回はうまくいってない時ほど自分に迎えです。これはどういう意味？うまくいってない時ほど誰かに大丈夫って背中を押してもらいたくなるから、だから発信者さんだったり占い師さん、コーチングとかにいろいろ頼ろうとしますよね。そうですよね。ですね、これ初めに言っておきますけど、例えばうつ状態の人は病院とかクリニックに真っ先に行くべきですし、あと彼がDV だとかわかんないけどさ、そういう案件は直ちに警察です。当たり前。今回話すのはそういう状態ではない人に向けてになりますね。そうですね。何でもかんでも潜在意識でどうにかっていう考えはポメレンでは推奨してないですもんね。しないです。だってそれって得体の知れないものがどうにかしてくれるっていう考えになりがちって意味でも違うと思ってるので、目に見えないもので何でもかんでもどうにかしようとして逆に自分の首を絞めたら元も子もないですよね。はい。で、本題です。はい。うまくいってない時ほど他人を頼るもんですよ。でも前々回の動画の占いのところでも話したでしょ？何を？不安な時ほど占いに行くなって話です。あの話ですね。はい。不安だから占いに行くと思うのに、元気な時に行けって言ってましたよね。はい。あの話と極めて似ていて、うまくいっていない時ほど自分に迎えになるんです。それはできません。即答。なぜですか？だってうまくいってないからこそ誰かに言いたくなるんですよ。これからどうしたらいいのか聞きたくなるんです。うまくいってない状態で誰かにぶちまけても、その誰かは多分大して気分は良くなりませんよね。そうだけど、それはちょっと全然違いますよ。何がですか？だって友達って自分が窮地に陥った時に支えてくれてこその友達ですよね。よく言うじゃないですか。友達や彼に言うことで喜びは倍になり、悲しみは半分になる。もちろん自分の話ばっかりじゃなくて相手の話も聞きますよ。でもそうやって持ちつ持たれつで成り立つ。これが友達ですよね。だからうまくいってない時に真っ先に友達に言うっていうのは当たり前のことですよ。そうなんですよね。めぐるもそう思っていた時期はあります。でもそうじゃないことに気づかされたことがあるので簡単に話しますね。はい。どんな話ですか？はい。10代の頃から10年以上仲良くしていた友達がいたんですね。で、その子のご両親、その子の兄弟全員と家族ぐるみで仲良くしていて、よく泊まりにも行っていました。はい、仲良しですね。はい。で、めぐるはよく相談していたんですね。特に彼氏のこととかを。めぐるが、はい、今絶対しなそうだけど。絶対しないです。今は彼氏のことで相談する必要性がないんですよ。本当に。でも、当時は相談せずにはいられなかったっていう感じですね。で、それは当時の彼氏が悪い人だったから、今の彼氏はいい人だったからとか、実はそういうことに一切関係ないんですよ。ただ、自分自身の在り方が問われているだけなんですね。なるほど。どんなことを相談していたんですか？しょうもないことです。めぐるのたちが悪いのは、論理的思考を絡めながら分析しつつの相談なので、とりあえずめんどくさい人なんですね。要は、エゴと一体化したところからの相談ですね。付き合ってる彼がこういう言動だった。これはおそらく前々回も同じような言動だったゆえに、こういう理由だと思うんだけど、実際はどうなんだろう？どう思う？みたいなさ。ちょっと具体例が覚えてなさすぎて全く入れられないんですけど。なるほど。そういう相談したくなる気持ちはわかりますけどね。はい。イルルさんだったらめぐるのそういう話を聞けますか？聞けますね。聞けると思います。じゃあそういうのがイルルさんと会った2時間のうち1時間そうだったらどうですか？でもそれほどいろいろ考えているのかな、悩んでいるのかなと思うかもしれないですね。じゃあイルルさんと週に2回2時間会って1ヶ月に8回会いました。そのうち半分以上
常に彼氏の言動分析だったら、いや、ちょっと多いかなって思ってくるかもしれないですね。これね、結局何が言いたいかというと、一つ目はこれです。じゃん。はい。どれだけ友達に話しても何一つ答えなんか出ない。まあ当たり前ですよ。自分のことなんだしさ。で、友達が悪いとか言ってんじゃないんだよ。友達にどれだけ相談して、友達が A にしなよって一旦答えを出してくれても、家に帰って友達は A って言ってくれたけど、やっぱ B だよねって自分が思ったら、最終的には B になるんですよ。これはもう絶対なんです。そうだよね。潜在意識はそう思うからそうなる。で、そう思うのは自分です。自分が思う。自分が最終的に思ったことがそうなるってことですからね。そうなんですよ。もう一つ言えることはこれです。ぐるぐる考えているときは単なるエゴの憑依。思考という名のエゴに憑依されてるわけだから、例えばですけど彼から連絡がないってことがあったとしたら、もう私のこと飽きたのかな？まさか浮気してる？絶対浮気してるみたいに、連絡がないという事実から、不安エゴ、疑惑エゴ、決めつけエゴが反応に反応を重ねてるわけで、そんなの動画をずっとね、見てくださってる皆さんならわかると思うんですけど、エゴは客観視してポイ捨てするに限るわけじゃないですか。でも当時はそんなことはわからなかったので、エゴがわらわら出てきてはその対応に追われ、それを友達に相談するという形でどうにか解決しようとしてたんですね。なるほどね。それはわかりますよね。まさにエゴに憑依されまくってるのに、それに気づいていないし、それが自分自身だと思ってるから、まあしんどくなりますよね。はい。でもさ、垂れ流す対象の様々な反応を友達にぶつけるって、友達の大事な時間も奪ってて、とても不毛じゃないですか。でも自分は自分のことがどうにか解決したいから、誰かに話を聞いてほしいわけで、どうしても喋ってぶつけちゃうわけですね。しかも、今回のテーマにもあるように、うまくいってない時ほどどうにかしたくなるから、誰かを頼りたくなりますよね。だからこそなんです。うまくいってない時ほど自分に向かえなんですよ。うまくいってないと思ってる時は大抵の場合エゴに支配されているだけだったりするし、でもエゴって解決策を早急に出すように指令してくるから、ついつい誰かってなっちゃうんですね。でもエゴですよ。垂れ流しとかよかったんですよ。右左に流しとかよかった。ポイ捨てするだけでよかったんです。なるほどね。なのにそれを全部友達にぶつけてたってことですね。まあでもそういう時だってありますよね。でも友達に話してすっきりすることは確かにあります。特に例えば彼氏の愚痴とかって吐き出すとすっきりするんですよ。悪口もそう。だけど愚痴を言ったら愚痴を言いたくなるような状況がまたやってくるっていうのはまあどうしたってあるんですね。だからなんというか心地よいループにはなかなかなりにくいと思うんですよ。そうなんだよね。分かってるけどどうしても友達にみたいな人はいるよね。でもさ、仏の顔も3度までってことわざもありますよね。友達に言ってその場ではすっきり解決した気になっても、数日もしないでまた新たな疑惑や新たな疑問、新たな不安が出てくるんです。で、それはエゴの典型的な症状じゃないですか。だからどれだけ友達に言ったって断言しますが解決しないんですよ。エゴは解決なんてされたら困るんだから。解決するのは自分自身の中にいる時だけです。なるほど。自分自身の中にいるっていうのは自分自身に問いかけるってこと？いやまあね、もうね、そんな大げさな話じゃなかったんですよ。ただエゴに気づく。不安になってるな、怒ってるな、疑ってばっかりいるな、決めつけすごいな、こんな感じで気づいたら放っておく。ただこれだけでよかったんですよ。これが握りしめずに手放すことにつながるんですよね。手放す。はい。私が
不安の目、怒りの目、疑いの目、決めつけの目を見つけては友達にどう思う？どう思う？ってぶつけるのは、握りしめて凝視するだけじゃなくて、友達に言うことで、さらにこねくり回してエゴを援護してただけなんですよ。要は握りしめて何があっても手放さないぞっていう感じだったんです。でも、握りしめてるものをよくよく見たら、不安、怒り、疑い、決めつけ、不満などなどばかり。なんでそんなものを握りしめてるの？ってものばかり握りしめていて、肝心の彼との楽しい、嬉しい、幸せみたいなものこそすっかり手放してたんですよ。いやー、やだね。でも本当だね。楽な方、幸せみたいな話もよくするけど、そういうものはなぜかさっさと手放して、不安や不満ばかり握りしめる。ちょっと本当に嫌ですね。ですよね。だからうまくいってない時ほど自分の内側にいてほしいんですよ。自分の内側。というか、ただエゴに気づけばいいんだから。こねくり回しそうになったらそれはエゴ。どうしたらいいんだよって騒ぐのもエゴ。そういうエゴにただ気づいていくことをただ地道にする。これだけで本当に変わってきますからね。いや、本当にそうですね。なんか今回はちょっと違った視点でエゴの話が聞けて、垂れ流しの重要さがますます分かった気がした人もいるんじゃないでしょうか。だといいんですけど。はい。というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。